皆様こんにちは。カレンゲームラボのカレンです。最近どうもスマホゲームに物足りなさを感じているスマホゲームプレイヤーの皆様に朗報です。今回は11月17日から11月20日に開催された韓国ゲームショー G スターで出展された注目のアクション RPG からドット絵アクション、シミュレーション RPG などスマホゲーム5本を紹介したいと思います。どれも楽しめそうなものばかりですので、ぜひご覧ください。それでは見てまいりましょう。一つ目のタイトルは俺だけレベルアップな件。開発会社は日本でもおなじみのネットマーブル。ジャンルはアクション RPG、 世界観は異世界×現世界のファンタジー。リリース時期は2023年。俺だけレベルアップな件を知らない方へざっくり概要。韓国の小説作品で人気に伴い日本語版が出版された作品、通称俺レベ。日本でいうナロー系の内容。物語は現世界に異次元と結ばれるゲートが出現し、そこで主人公は瀕死状態になるが、何かしらの影響で特別な能力に目覚め、自分だけがレベルアップする能力を手に入れて冒険していく作品。個人的にはそそる内容ですね。実際のゲームなんですが、見てくださいよこの PV。 IP ものということでカジュアルアクションかと思いきや、バリバリの本格アクションしてますよね。爽快感もさることながらグラフィックも良く、 IP ものにしてはかなりの出来ではないでしょうか。また本作の敵の攻撃は発生前に発動範囲を知らせてくれるタイプなのですが、敵に囲まれてそこら中が攻撃範囲内といったシーンも平然と発生するとのことなので、回避や位置取りには結構気を使いつつバトルを進行していくかと思います。アクションゲームはいろいろ出ているので似たり寄ったりしていますが、本タイトルのアクション性はかなり出来が良いとのことで、アクションゲーム好きには存分に楽しめる内容かと思います。また2023年には日本でもアニメが放送されるということなので、俺レベアニメファン層の方々にも十分に楽しめる内容だと思います。結構スタイリッシュなアクションが楽しめそうなので、リリースしたらプレイしてみたいと思います。2つ目のタイトルはオーバーキル。開発はネクソン子会社のネオプレ。ジャンルはアクション RPG、 PC とモバイルでのクロスプラットフォーム対応。ネクソンが運営しているアラド戦記の IP を用いた作品。アラド戦記はネクソンが2005年より運営する PC で遊べる横スクロール型の MORPG で、今なお人気のあるタイトル。2005年代はまだ PC 自体のスペックも今と比べるとかなり低く、いや相当低く、そういった状況で低スペック PC でも爽快感のあるアクションゲームで、かつみんなでワイワイ楽しめるということで、当時注目を集めたタイトルとなってます。そんなアラド戦記の IP を用いた本タイトルは原作を超えるアクション RPG を目指しているということで、原作であるアラド戦記は横スクロール型の戦闘に対して、本作はより自由度の高い8方向によるより爽快感のあるアクションを楽しむことができる内容となってます。スキル発動による派手な演出やカットイン付きの演出は見応えのある内容となっていて、バトルを飽きさせない内容です。アラドファンはもちろん、またアラド戦記を知らない方にも入りやすい内容のものになっていると感じます。横スクロール型 MORPG のパイオニア的タイトルをモチーフとしているので、リリースしたらぜひ遊んでみたいタイトルです。また余談ですが、アラド戦記 IP を使ったタイトルアラドクロニクル火山旧プロジェクト BBQ がコンシューマー向けにリリース予定となっており、かなりクオリティの高い内容のものとなっております。こちらも気になるタイトルなので、今後情報が出揃い次第紹介していきたいと思います。3つ目のタイトルは動作。開発は本作が初のタイトルとなる RP5 エンターテインメント。ジャンルはアクション RPG。 世界観は韓国の文化や童話を主体としたファンタジー。物語の概要は大妖怪イムギによって母を失った主人公ハンは、イムギを倒すために妖怪退治専門の動作に入隊。イムギを追う過程で人間もまた妖怪と変わらない側面があることを知り、また自分自身にも内なるもう一つの秘密があることを知る。スホンが目指す正しい正義とは何なのかといった内容。はい、韓国語の翻訳が超難しいですで、本タイトルはセルルック 3D によるアニメ調で描かれたキャラをクォータービューによる視点で展開されるアクションバトルとなっていて、3D モデルの表現もよくできていて、 PV を見ている感じ無双感を味わえそうなイメージです。装備は妖怪を身につけ、妖怪特有のスキルを発動させることができ、
複数のスキルを組み立て発動させることでクールタイムの減少ができたりと、スキル回しを行いつつバトルを進行していく内容となってます。スキル回しを採用しているということで、各キャラスキルの組み合わせが豊富にあるようなイメージですよね。スキルの組み合わせを覚えるのは大変ですが、ハマると癖になる仕様。また PV を見ている感じ、基本はソロによるバトルではあるものの、協力プレイによるボス戦のようなものもありそうなので、仲間内でワイワイ楽しめる内容となっていそうです。リリースは2024年ということでまだまだ先ではありますが、これからもっとクオリティの高いものに仕上がってくるかなといった感じです。4つ目のタイトルは過去と未来を結ぶお姫様の物語、ゴッデスオーダー。開発はピクセルアートアクション RPG でおなじみのクルセイダークエストを手掛けているロードコンプリート。最近ドット絵アクションで人気があったのはガーディアンテイルズが印象深いんですが、それよりも前からピクセルアートを生かした作品を出しているということで、この手の手法に対しての技術力は高いのかなといった印象を受けます。ジャンルは横スクロールアクション RPG、 世界観は中世ファンタジーで過去と未来を結ぶ騎士団の冒険が描かれる内容。バトルは上下移動のない一レーンによる横スクロールアクションで、その中で操作は全身交代の移動、通常攻撃やスキル発動、仲間キャラクターの切り替え、そして防御回避のアクションもあり、これにより1レーンのアクションではあるものの、今流行りのアクションゲームに負けないくらいのアクションを楽しめそうな内容となっております。1レーンのアクションってここまでやるとかなり面白いんじゃないですかね。また冒頭でお伝えした通り、ピクセルアートに対するこだわりが高く感じられる作品で、レトロ感を出した表現はピクセルアート好きにはたまらない表現なのかなといった印象。 PV 見る限り背景もすべからずドット絵表現されていて、手の込んだ作りとなっております。立体的な光源処理や被写界振動を用いた演出などはあまり使ってないような印象で、あくまでもレトロ感を出してくるといった職人的な感じがしております。気軽にレトロな本格アクションを楽しめそうなので、リリースしたらぜひ遊んでみたいと思います。5つ目のタイトルはアルシュランド。開発はアズレアやラングリッサーモバイルでおなじみのズロンゲーム。ジャンルはシミュレーション RPG、 世界観は剣と魔法の中世ファンタジー。物語の概要は中世イングランド王国の王朝ブランタジネット家の実話に基づいて、生まれながら死刑を宣告された絶望的な王女が国家と戦い、国家と人類の間で戦う物語。ゲームの特徴としてはスキル、属性、地形要素を利用したプレイが単調にならないように様々な戦術システムが実装されており、原則は敵味方の攻撃時、相手ユニットが生存していると反撃があるタイプの攻防のため、シミュレーションバトルの初心者にもうってつけのタイトルと推察します。ソロプレイのストーリーを楽しんだり、仲間と協力して巨大ボスを攻略したり、リアルタイム PVP も実装されていたりということなので、遊べる要素もふんだんにあると思います。そしてグラフィックに関しては見てわかる通り、トゥーンレンダリングによる美麗なアニメ風に仕上がっていて、派手な演出はもちろん没入感が味わえる内容と想定します。開発者さんのインタビューでは 3D グラフィックで表現された50以上のシナリオのカットインを通じて新しい視覚的な楽しみを味わうことができますということで、結構見ていて飽きずに楽しめるのかなといった印象です。また BGM にはキングダムハーツやファイナルファンタジー15、グランサガなどの BGM を手掛けた下村陽子さんはじめ、その他著名なクリエイターが参加しているようです。マジで BGM いいですよ。公式サイトに行くと BGM を視聴できるので、ぜひ興味があれば聞いてみてください。公式サイトの URL は概要欄に記載しておきます。シミュレーション RPG ということで、日本ではプレイヤーを選ぶ内容ではあるものの、映像を見ている限りグラフィックや演出、さらに BGM も良いので、プレイする取っかかりとしては良いのかなと思います。ぜひリリースしたら遊んでみたいタイトルの一つです。はい、今回は韓国プサンで開催された G スター2022に出展されたスマホゲームのうち5本を紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どれもこれもジャンルは違えど面白そうなタイトルが目白押しとなっております。視聴者の方も何かやってみたいタイトルがあったのではないでしょうか。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本動画を見ていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。